はい、皆さん、こんにちは。ヨッシーです。それでは、ミストシャープ12始めていきたいと思います。はい。前回の続きからですね。前回は、メカニック時代をクリアしましたと。で、メカニック時代クリアしてミスト島に戻ってきたところですね。というわけで、はい。残すところ、はい。時代はね、あと4つ。4つのうちの時代の3つクリアしたので、あと1つクリアしたらもう全部の時代クリアですね。はい。そして、宇宙船、歯車、沈没船、木と。はい。というわけで、ここね、宇宙船のセレーネ時代、沈没船のストーンシップ時代、歯車のメカニック時代を終わらせましたと。なので、ここの木のところの新しい時代に行くということで、タワーローテーションを木に合わせて止めたところですね、前回ね。はい。となるので、じゃあタワーローテーションを木に合わせたので、エレベーターに乗って上に行って、アクセスキー探しに行きましょう。はい。じゃあそこまで移動。はい。エレベーターに乗って上まで来ましたよと。はい。じゃあこの本のね、マークがあるはしごを登って、窓から外を覗いてみましょう。はい。窓から外を覗くと、木ね。ミスト島にある一番大きい木。これが見えてますね。で、この手前にあるのはこれプラネタリウムかな。プラネタリウムが見えて、プラネタリウム越しに、ここに木があると。っていうのが見える状態ですね。はい。じゃあ、後ろに行ってアクセスキーを見ますよ。はい。後ろのはしごまで来ましたと。ここが鍵のマークのはしご。これを登りましょう。はい。というわけで、今回のアクセスキーは3桁の数字724ですね。はい。724ですと。はい。というわけで、これをメモしましょう。はい。メモしました。724ということですね。というわけで、この3桁の数字の724っていうのをミスト島のどっかに入力しないといけない。ミスト島にあるどこかにこの724値を入れて謎を解かないといけないということなんですが、これね、もう3桁の数字が影響してるところがあと何かってもう消去法的に残り少ないんですよね。はい。3桁の数字であり得るものとしたら、前回かな前回のね、メカニック時代の時にもあったんですけど、まあ言ったんですけど、ログキャビンなんですよね。ログキャビンで、入り口側に金庫のところが3桁の数字に入れれるんですよ。前回のメカニック時代の時にも3桁の数字ね、2時40分の下に221だったから、221つって数字がね、出てきてたんだけど、あれは時計と、あの海に隔たれた時計との中にあった重りに221だったので、今回ね、あそこはね、金庫の数字じゃなかったんですよね。なので、今回やるアクセスキーは金庫の数字でしょうということで、ログキャビンに向かいます。はい、ログキャビンに来ました。はい、中入ろうか。はい。で、こちらね。はい、ここですね。金庫。金庫があって、ここに3桁の数字をね、入力することができるんですよ。というわけで、入力することができるので、入力していくんですが、アクセスキーが何だったかというと、724。724ですね。はい。というわけで、724に入力していきましょう。まずは、1個目が7。で、次が2。で、最後が4。はい。724入力しました。これで金庫は開くでしょうか？開けてみましょう。はい、なんと金庫を開けることができました。そして金庫が開いた中には何があるかっていうと、これね、マッチかな？マッチが入ってますね。で、クリックすると箱が飛び出してきてここ取れると。マッチを掴んでるかな？マッチを掴むことができましたと。
で、これで、おう、マッチを掴んだ状態で、この茶色いところでこれをスライドすると、マッチに火をつけることができましたね。で、今、火をついたマッチを持ってる状態になりましたね。はい。なりましたと。で、これでどうするのか。ここにはなんかバルブがあるんだけど、バルブがあって真ん中に変ななんかボイラーみたいな機械がついてるよと。お、なんと火がついたマッチをここのなんだ四角いところ、ここに合わせてカーソルがあった瞬間にここに火がつきましたね。火がついたと。これでなんかバルブを回してみようか。緑で右に回す。なんとここマッチでここに火をつけたら、で、このバルブを開けると、火が通りましたね。ボイラーですね、これ、ボイラー。これでどんどん開けていくと、どんどんバルブを開けていくとどうなるのか。ここのなんかボイラーのメーターが右に行ってまた左に戻ってガッコンっつって、なんか移動してますね。なんだガッコンなんか音がしてるぞ。ガッコン音はしてるけど、何がどうなってるのか。どこから何の音が聞こえるのか。そのログキャビンの外に出ても、音聞こえるね。ガッコンの。音が聞こえてくる。これはちょっと待って。音止まった？ガッコン音止まったね。音は止まったけど、ボイラーまだ動いてるかと思ったけど、火は動いてるけど、このガッコンの音が消えたら、これが止まりましたね。このボイラーの見えるところにあるメーターがなんか右から左に移動しなくなった。ずっと右に振り切ってる状態。で、気になるのは、ここのイラストなんですよね。木のイラストが書いてあるんですよ。これね、あったね。このログキャビンの隣側に、この木の場所があったよね。見上げられたやつ。あそこ行ってみよっか。絵が飾ってあるってことはなんか関係してるんじゃないかと。関係してるんじゃないかと思うわけですよね。こっから行けるね。ここの隙間があるんで、こっから行こうか。はい、これ。ボイラーの横にあったイラストはここですね。で、上を見上げてみようか。上を見上げてみると、ここね、なんかちょっとわかりづらいんだけど、なんか、前回の、なんか違うんだよね。前回見上げたとき、なんかここの上にこんなんなかったんだけど、今新しく見上げると、なんかいるんですよ、ここに。なんか変わりがあると。でも、特に何も、クリックしても何も変化はないし、何も動かんと。ちょっともう一回ボイラー触ってみようか。はい、もう一回ボイラーで、さっき緑のやつだったから、これもうね、マックスまでいってんだよね。赤いやつで左に回してみようか。赤いやつ左に回すとどうなるのか。消えた。そうすると火が消える。で、ここにあったメーターも右から左に移動してますね。この状態で木を見に行くとどうなるんでしょうね。木を見に行ってみようか。なんとなんか移動してる。これ乗ってみようぜ。なんとどんどん下に移動してますね。なんと下に移動したら、一番下まで行きました。で、ここ行くとミストの本じゃない、なんか本があるな。これがあれから次の時代に行く本かな。
はい、なんと、次の時代に本がありました。はい、本は見つかったんだけど、これも前回のメカニック時代の時と一緒ね。まだね、やってないことがあるわけですよ。まだ本をね、読んでないわけですよ。ちょっと、本読みに戻ろうか。で、これは、なんかここにボタンあるけど、特に何もない。ボタンを押しても特に何もない。で、ここにハンドルがある。ハンドルもこれは緑でもハンドル回すとどうなんだろうな。乗ってみようか。これで動いたりする？お、動いた。なるほど。緑、バルブを緑に回すと、これが動くって感じですね。で、ちなみにここで降りずに、ずっと上まで登っていったらどうなるのか。お、下見れるじゃん。お、すごい。下が見える。あれこれ、動いてるこれ。なんか動いてるこれ。ちょっと待って。これ一番上まで来た？上は見れない。この状態でしてみるとあんまり変わってないな。まあこれ一応下が見えますね。というわけで、一番上まで登ってきたのかな状態になってますね。これでボタンを押してみようか。ボタンを押しても何もならんぞ。えー、あ、ちょっと待って。あ、これ押しっぱもしかして。お、本当だ。え、ボタンを押しっぱにすると、おあ、そういうことボタンを押してる間なんだ。ボタンずーっと押してると、そう、ずーっと押してるとね、下に下がるんだけど、ボタン離した瞬間にまたこれ、こうやって、上に行ってしまう。だからこれで押して、外に出られるところまで、下ろさんとダメだね、エレベーターを。もう一個あれマックスまで行ったよし、これ出ろ。下に降りろ。あれちょっと待って、出られんね出られねえじゃん。なんでもう一回、もう一回、もう一回。よし、いいよ。この状態で、出ろ。あれ出れた降りれた。連打してたら降りれた。これどんどん上に上がっていってますね、これね。ほらほらほら。なんかエレベーターみたいにどんどん上に上がっていってるわ。はい。というわけで上に上がっていってますと。だからあそこのボイラーに火を入れて緑にしてると上に上がっていくっていう感じになりますね。まだ火はついてる？火消えてたりとかしね。あ、火ついてるな。火ついてる。だから今、マックスまでバルブ開けてるのか。はい。ということなので、じゃあ本を読みに行きましょうか。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。はい。ライブラリーに戻ってきました。というわけで、じゃあ本を読んでね、行きましょうか。はい。というわけで、次の時代の本がどれかっていうことなんですが、これはね、もう消去法っすよね。これがメカニック時代で、これがセレーネ時代。これが違うな。これがメカニック時代か。で、こっちがストーンシップ時代だ。ってなると、もう消去法的にこいつしか残ってないんですよね。この緑色の本。なので、この緑色の本を読みましょう。はい。はい。じゃあ、読んでいくよ。私がチャネルウッドと呼んでいた時代、そこは自分で想像していた世界とは違い、全くの別世界だった。この時代は見渡す限り周りを水で囲まれており、
その中にポツンと小さな岩の島が一つある。その他には水の中から生えている樹木があるぐらいだ。その樹木でできているのであろう無数の通路が水面のすぐ上に渡されており、それは森の中へと伸びている。なんだこれ。渡る坂だから、違うな、渡る板か。渡り板か。渡り板は随分古びて見える。相当昔に作られたものだ。非常に興味深い。この国のことや、そこに暮らす人々のことなどをいろいろ探検してみたいが、夜も遅いので今日はもう休むことにしよう。今朝、私は妙な音がするので目が覚めた。音のする方に目をやると、そこにはまるで猿と人間の中間のような一団が私の方に向かってくるではないか。彼らはまだ私に気づいていないらしい。私は特に恐ろしさは感じなかった。むしろ驚かされたのは彼らが私に対して示した反応に出会った。はい。ここで時代の名前が出てきましたね。次の時代の名前はチャネルウッド時代ということになります。で、チャネルウッドがどんな世界かというと、周りを水で囲まれていて、水の中から木が生えている。無数の通路が水面のすぐ上に渡されており、森の中へと伸びている。その渡り板は随分古びているよということが書いてますね。で、渡り板っていうのが何かっていうと、船から岸に渡るときに板を置く板あいつのことですね。はい。で、一晩寝て目が覚めると、猿と人間の中間のような集団がこっちに向かってくるのが見えたと。動物なのか人間なのか謎ですね。まだわからないと。はい。じゃあ次のページ。少しの間、私を眺めてから、彼らは突然私の前にひざまずき、まるで私のことを神のように崇めるのだ。私は話しかけようと思ってみたが、彼らには私の言葉は通じないようだ。次に彼らは自分たちについてこいというような身振りをした。彼らの後について歩いているうちに、ふと周りの水の色が変わっていることに気づいた。それはゆっくりと微妙に濃いブルーから濁ったオレンジ色に変わり、今は美しく透明な水の色になっている。私は水に見とれていたせいで、いつの間にか昇降機の下まで来ていることに気づかなかった。その昇降機を登ると、水面から約10メートルぐらいの高さのところに彼らの村があった。下にある歩道からこの村にたどり着くには、この木でできた昇降機を使うしか方法はないようだ。彼らの日々の暮らしは見ていても飽きることがない。もう数時間ほどここでこうして見ているが、彼らが一体何をしているのか私には全く理解できなかった。はい。謎の猿と人間の中間のような集団が、私は亀のように、ここで言う私はアトラスね。アトラスを神のように崇めてきたと。で、ついてこいっていうようなね、身振りをしているのでついていってますよ。ですね。で、水が変わってるグラデーションしてるらしいね。だから濃いブルーから濁ったオレンジ色に変わったりとか、水が色が変わってるらしいと。で、そうすると、水で見とれてると昇降機。木でできた昇降機の目の前まで来てるんですね。で、水面から10メートルぐらいの高さのところに昇降機で登っていくと、そこには彼らの村がありましたよと。村を作って生活してるから、動物ってよりはなんか人間寄りになるかな。でも、猿みたいなって書いてあるから、イメージ的にはなんか猿の惑星みたいなね、感じですかね。猿であり、人間でありみたいな、なんかそんな感じかな、イメージ的に。はい、じゃあ次のページ。日が沈み、彼らについて村の中でもひときわ大きな小屋の入り口まで行った。小屋の中を覗いて私は驚いた。というのも、その中は外から見るとは大違いで、広々としており、壁はピカピカの金属で飾られていた。小屋の真ん中には、この村の市長が座っていた。なぜ市長だと思ったかというと、その人物は床から1メートルもありそうな分厚い玉座に座っていたからだ。このたくましく見える人物は、護衛に囲まれ、エキゾチックできらびやかな織物を身にまとっていた。その市長の隣に大変年老いた老人が座っている。老人は年老いてはいるが、彼らと違い少なからず人間の姿をしている。髪の毛は白に近い灰色で、今にも朽ち果てそうな体の周りに長く垂れ下がっている。痩せ落ち力もなく、私の方を見るのもやっとのようだ。だが驚いたことに、この老人は私の言葉が話せるのだ。その夜、彼らは寝るところを用意してくれた。だが、明日のことを考えると興奮してなかなか眠りにつけなかった。はい。彼らについていくと、首長の家にたどり着いたっていうのが書いてますね。なんで首長だと思ったかっていうと、なんか豪華な、きらびやかな衣装を身にまとったりとかしてるから。で、首長の隣に大変年老いた人間の老人がいたと。
しかもその老人は言語での意思疎通ができるらしいですね。アトラスの言葉がわかるよと。はい。で、寝るところも用意してくれたよってなってると。で、興奮してなかなか眠りにつけなかったよって書いてますね。はい、じゃあ次。思った通り、やはりあの老人は人間だった。だが老人は自分の年齢も忘れてしまうほど年老い、しかも少しボケているようだ。そんな老人を村の人々はまるで神のように崇めているのだ。私もその老人と同じように扱われるので、どうも落ち着かない。この老人の話していることを理解することはほとんど不可能に近い。なぜなら声は聞き取れないくらいか細く、挙句の果てにダミ声なのだ。老人は私の言葉以外に彼らの言葉も話せるらしい。老人は私にこの村の歴史を話してくれた。だが私にはなかなか老人の言っていることがつかみ取れなかった。私に分かったことは大体このような内容だった。その昔、人間とこの木の上に生きる住民たちは共にこの国に暮らしていた。その頃の島は今よりはるかに広く、人間たちは地上に住み、彼らは今と同じく木の上に住んでいた。お互い、特に行き来や接触はなかった。それぞれが幸せに暮らしていた。はい。老人は人間だったけど、年寄りすぎて少しボケていたと。そして神のように崇められている。アトラスも同じように崇められたらしいですね。その村人たちにね。で、老人とは話せるんだけど、何を言ってるか聞き取るのが難しい。だから、か細くダミ声だから何言ってるかわからんよと。でも老人は彼らの言葉を話すこともできるってらしいですね。書いてますね。で、老人はこの村の歴史、昔話をしてくれた。で、それによると、昔は地上に住む人間と、この木の上に生活する住民たちっていうのは、共に、この同じ国に共に暮らしていったと。で、お互いに特に危機や接触はなかったんだけど、それぞれが幸せに暮らしていたっていうらしいですね。はい、じゃあ次のページ。だが、そんな彼らをいつも悩ませていたものがあった。それは島の平和をかき乱すように鳴り響く騒音だった。多分地震か何かの火山活動なのだろう。その地震は激しい時もあったが、そんなに長くは続かなかった。しかし、ある日のこと、いつもの揺れとともに轟音が鳴り響き、それは激しくなっていった。そして島全体が海の中にゆっくりと沈み始めたのだ。地上に住んでいた人間たちは、ほとんどが海に飲み込まれていった。やっとのことで島の沈下は免れた。生き残った人間たちは仕方なく木に移り住んだが、残念なことに一人また一人と生き絶えていったのだ。地上に住んでいた人間たちには、この新しい環境についていけなかったのだろう。これが老人から聞いた話の全容だ。だが細かいところでははっきりしないところが多々ある。一つには人間の力でどうすれば島の水没を止めることができたのか、私には想像すらできない。おそらくそれは人間の力というより、島の水没自体が自然に止まったのだろう。はい。島の平和をかき乱すように鳴り響く騒音に悩まされていたらしいですね。で、その騒音は多分地震か何かの火山活動が原因だろうと。ある日騒音が激しくなって島全体が海の中にゆっくり沈み始めた。地上に住んでいた人間たちはほとんどが海に飲み込まれていってらしいんですけど、でも途中で沈下が止まったので完全に島が沈下するのは免れたと。地上の人間の何人かは生き残ったらしいですね。で、生き残った人は木の上に避難して避難生活を送っていた。だけれども、また一人また一人と死んでいったと。環境の変化についていけなかったということですね。という話を老人から聞きました。木の上の村人たちは島の水没を停止させたのが地上の人間だと思っているので、地上の人間のことを神のように崇めているっていう経緯があると。でも人間の力で沈下を止めるなんてことはできないので、自然に水没が止まっただけなんじゃねえかと、アトラスは考えているらしいですね。はい。じゃあ次のページ。老人はそんな話をまるで自分の目で見てきたかのように私に語った。その老人のことを村人たちは崇拝しているようだ。というのも彼らは島を救った人間のことを英雄かまるで神のごとく崇めている節がある。老人はその話が終わりに近づいたとき、私の両手を固く握りしめ、我々はあなたが来るのを待っていたのですよ、と私につぶやいた。それを聞いて私は背筋に寒いものを感じた。老人は自分の足で立つのもやっとなほど疲れ切っていた。私は老人に手を差し伸べたが、老人は私の手を払いのけ、力を振り絞り、自分の力で立ち上がった。村人たちは厳粛な顔をして老人を取り囲み、彼の前にひざまずいた。老人は一人一人に歩み寄り、それぞれの頭に手を乗せ、何か私の知らない言葉をつぶやいた。最後に私の方に振り返り、そっと微笑んだ。そしてゆっくりと目を閉じ、ドアから出て行った。はい。
村の歴史を老人が話してくれました。で、村人からしたら、老人は島を救った人間側だから、神のように崇めていたのだということですね。老人はアトラスにあなたが来るのを待っていたのですよ、とつぶやいた。自分以外の人間が現れるのを待っていたんですかね。で、老人は自分の足で立つのもやったらほどから切っていって、だけども、村人一人一人の頭に手を乗せながら、ブツ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 と言って、そして首長の家から出て行ったと。はい、じゃあ次のページ。村人たちは皆押し黙って老人を見ていた。そして彼らも老人に続いて昇降機を降りていった。私が降りている時に数人の村人たちが歩道に落ちている死体を拾い上げ、運び去るのが見えた。その死体は桟橋の行き止まりに横たえられた。村人の一人が、なんだこれ、なんとかか薬のようなもので桟橋に火をつけた。ちょっとね、字が潰れててさ、この漢字が読めないんだけど、まあ、火薬でいいんじゃない？なんとかの火薬かな？火薬。火薬っていうことにします。壺火薬か？壺火薬のようなもので桟橋に火をつけた。死体もその炎に飲み込まれていった。その一風変わった葬式が進むにつれて、不思議なことに桟橋の周りの水が鈍い緑色に変わっていった。今朝目覚めた私には、昨夜の出来事がすべて嘘のように思えた。だが、そのことが真実だと物語るように、水は昨夜と同じように鈍い緑色をしたままだった。私が散歩を楽しんでいる様子を村人たちは興味深げに眺めていた。また彼らは私が今までに見たこともないようなものを差し出し、彼らの私に対する親愛の情を示した。早く彼らの言葉を理解して、私も彼らからより多くのことを学び取りたいものだ。はい。老人に合わせて村人たちも外に出て昇降機を降りていきました。で、木の上に移り住んで死んでしまった人間の死体が歩道に落ちていると。で、その死体を拾い上げて、桟橋の行き止まりに横たえて、桟橋ごと火をつけて火葬したらしいですね。で、その、葬式か。その葬式が進むにつれて、桟橋の周りの水の色が変わっていったよと。はい。で、一夜明けて、昨日のことが嘘のように思えたんだけど、水の色がね、鈍い緑色、変わった、水の変わって鈍い緑色のままだったから、昨日のことは夢じゃないかったなっていうことに気づいたと。で、アトラスが散歩してるだけで村人たちは興味深く見てくるし、いろんなプレゼントもくれたりする。早く彼らの言葉が理解できるようになりたいということらしいですね。はい、じゃあ次のページ。私はこの世界で3ヶ月を過ごした。村人たちは私を大いに歓迎してくれた。言葉も少しずつ理解できるようになった。彼らと別れるのは残念だが、あまり長く家を留守にしたので、一旦私は家に戻ることにした。妻と息子たちにここでの出来事を話し、みんなでもう一度ここに戻ってきたいと考えていた。ここでの体験は素晴らしいと思うが、妻のキャサリンはきっと反対するだろう。だが、息子のシーラスとアクナーはこの話にどう反応するかが楽しみだ。キャサリンは案の定自分は残ると言い出した。仕方なく息子たちと一緒に旅立つことにした。二人は村人たちと非常に仲良く振る舞った。言葉も信じられないくらいのスピードで覚えていった。もう時間の問題で私より上手に会話ができるようになるだろう。はい。3ヶ月過ごしたんだな。結構長いこといたね。ずっとここにいるわけにもいかないから、一旦帰ることになりましたよと。で、今度は家族全員でこの時代に来ようとしてるっぽいですね。妻のキャサリンは反対するだろうけど、息子たちはどう反応するかが楽しみですと。で、実際に家族に相談してみたところ、キャサリンは一緒に来ることを反対した。なので、キャサリンは置いて息子たちと一緒にチャンネルウッドに来ましたよと。で、息子たちは村人の言葉をすごいスピードで覚えたってなってますね。いや、すごい優秀ですね。シーラスはね、なんかそんな感じがするんだけど、アクナーはあんまりそんな頭がいい感じはしないんだけどな。で、なんかここのページね、フォントの色が変わってますね。青だったり緑だったりね。なんか新しいね、色が変わってると。はい、じゃあ次のページ。私は明日一人でオズモイヤ時代へ行ってこようと思う。息子たちも一緒に連れて行こうと思ったが、シーラスとアクナーはこの村に残りたいと言い出した。少し不安はあるが、息子たちももう子供じゃないし、村人たちも二人に優しくしてくれるので、しばらくの間、二人をここに残して出かけることにした。ただし、二人には村人たちが人間に対して抱いている尊敬の念を打ち砕かないように十分注意をした。二人はそのことを理解し、私に約束してくれた。エマデューンツに着いた私は少しがっかりしてしまった。というのも、プランとその一族は相変わらずコークティッ
ク族に脅かされ続けているらしい。彼らが生き残れるかどうか心配なので、シーラスとアクナーの安否を確かめたら、彼女のところへ戻るつもりだ。シーラスとアクナーはというと、村人たちともうまくやっているようだ。そのまま二人をこのチャネルウッドに残しても、もう心配いらないだろう。はい。アトラスは明日一人で別の時代のオズモイヤ時代に行こうと思っていると。で、そこにね、息子たちと一緒に行こうと思ってたんだけど、子供たち自身はここに残りたいと言い出していると。息子たちももう子供じゃないから、かつ村人もね、優しくしてくれるから、まあ残しても大丈夫だろうとな、思ってるよと。まあただし残ってもいいけど、村人が人間に対して抱いている尊敬の念をね、打ち砕かないように十分注意しろよとだけ言っておきましたよと。息子たちも約束をしてくれた。はい。で、エヴァデューンズっていうのはね、この前出てきたね、ストーンシップかなとかの本の時にね、出てきてたね。で、そこではプランとその一族が脅威にさらされているっていう状況らしいと。なので彼らが生き残れるか心配しているよと。なので一旦チャネルウッドに戻って息子たちの安否を確かめたら、またここに戻ってきて、ね、そのプランたちのね、様子を見ようかなと思ってるよと。で、思ってて、チャネルウッドに戻って息子たちの様子を確認してみたら、村人たちともうまくやってるから、もうね、息子たちはここに残して、チャネルウッドに残しても大丈夫だろうということで、アトラスはまだエヴァデューンズに戻ったという感じですね。はい、じゃあ次。村人たちは私が出発することを話すと少し悲しそうな顔をした。だが、シーラスとアクナを残していくということで分かってくれたようだ。私は3日ほどいろんなところへ行ってみた。シーラスとアクナーにプランが死んだことを話さなければならない。二人はプランとは幼友達で子供の時以来会っていないが、彼女の死を知らされ、とても驚いた。キャサリンは私に二人のために少しチャネルウッドを離れた方がいいのではと言った。私もその意見に同感だった。私が戻るときに一緒にも連れて帰ろうと思っていた。そして二人に二日後に帰ると言って聞かせた。二人は私がいない間に体験した様々な出来事を夜通しかけて話してくれた。それは二人にとって素晴らしい冒険だった。村人たちと一緒にボートを作り、海にも出てみたらしい。その時のことを夢中になって話した。聞いている私も自分の子供の頃を思い出し、とても楽しかった。はい。結局、エヴァデューンズ時代のプランは死んでしまったらしいですね。で、プランはシーラスとアクナーの幼友達でもあったと。息子たちにプランの死を伝えたらとても驚いていたみたいですね。まあ、それは幼友達がね、死んだよって言ったらびっくりするよな。で、キャサリンは二人のためにもチャネルウッドを離れた方がいいと言っていると。で、アトラスも同意見なので二日後に戻るぞと息子たちに伝えているらしいですね。で、二人はアトラスがいない間の出来事を楽しそうに語ってくれたと。微笑ましいですね。微笑ましい親子ですね。はい、じゃあ次のページ行きましょうか。はい、次のページ。村人たちが私にいろいろな色のインクをくれ、日誌をこれで書くように進めるのが今になってようやくわかった。というのも、以前書いたところを見ると、もともとは黒のインクだったところが、全く違ういろんな色に変わっているのだ。村人たちの数人にそれを見せると、彼らは笑いこけた。村人たちがこんなにユーモアのある連中だったとは思ってもみなかった。今でもこのカラフルな日誌を見るたびに、その時のことを思い出し、笑いがこみ上げてくる。村人たちと一緒に暮らすのも、今夜が最後になった。息子たちはこのチャネルウッドや他の時代に自分たちだけで遊びに行きたいと言い出した。少し慎重に考えた上で彼らの今までの行動を思い起こし、それももう大丈夫だろうと許すことにした。妻のキャサリンにも協力してもらうことにしよう。これで少しの間、村人たちとはお別れだ。今度このチャネルウッドに来るのはいつの日になるのだろうか。ああ、なるほど。日誌の文字の色が変わっているのは村人たちにもらったインクを使って日誌を書いていたかららしいですね。時間経過で色が変わる特殊なインクなのかな。最初の頃は黒だったのに、つってるからね。それを見た村人たちは笑いこけたと。ははは、色が違ってるじゃねえか、みたいな感じなのかな。まあね、とてもユーモアがある連中だなと。そして、チャネルウッドで過ごす最後の日が訪れた。息子たちは自分たちだけで他の時代にも遊びに行きたいっていうのを言い出したと。で、アトラスは息子たちのこれまでの行動を振り返って、特に問題はなかったので許可したと。そしてチャネルウッドを去ったというらしいですね。はい、じゃあ次のページ。はい、で、ここはイラストが書いてもらいますね。地図かな。また地図かな。イラストがあって、このなんか、こっちにも図があって、なんかこの、プロペラみたいなのがあるよと。で、これは多分あれかな、その村かな。地上から10メートル、昇降機に乗って10メートル上にある
木の上の生活みたいな感じかな。雰囲気がね。で、これはなんだろうね。なんかこう、なんかいろいろ書いてあるけど。はい。あ、で、これが最終ページか。はい、こっから先のページには行けないですね。はい。というわけで、チャンネルウッドの本でした。はい。じゃあ本を読んだんで、じゃあさっきのね、あそこ、また戻るか。あそこの本がある場所はさっき見つけたので、はい。じゃあまた本の場所まで戻りますよ。はい。とりあえず、ここまで戻ってきましたと。でね、多分今木が緑で一番上にいるかな。だから、まず赤で落とさないといけないよね。はい。赤で、まず、一番上にいる、エレベーターっていうかね、あれを下まで落としましょう。はい。今ね、落ちてきてる音がするから。はい、来た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 。で、あれに乗りたい。あれに乗りたい。オッケー。こう来たよ。で、次の台よ、次の台。あ、来た来た。入れ、中に。オッケー、中に入りました。はい。あとは、これで、下に行くだけ。はい、来ました。はい。これがチャネルウッド時代に続く本ですね。はい。映像を見てみようか。ああ、言った通り、やっぱり木だな。この海から木が生えていて、木が生えてるよと。で、地上はこの、やっぱ海だな。ああ、で、なんかあるね。絵に描いてあった、本に書いてあったやつか、このなんか、プロペラ。プロペラのところがあって、あるよと。あ、で、あれかなここね、これがプロペラのところね。あとは木の上に、あ、そうそう、若干ね、見えるのが、その木の上に、なんか小屋みたいなのがあって、それが、はしごみたいなんでこう、繋がって、木の上で生活してるっていうのがわかりますね、と。はい、じゃあ飛びよう。はーい。チャンネルウッド時代に飛んできました。周りを見渡してみると、なんかここ動いてるぞ。アニメーションしとるぞ。周りはやっぱこの下が海ですね。海というか水というか。で、なんかカエルの声が聞こえる。結構言ってる。で、ここが普通の渡り板かな渡り板が繋がってるよと。はい。という感じですね。なので次の時代はこのなんかジャングルみたいな感じ。これ上は見えないかな。上見上げられないな。はい。というわけで次はチャンネルウッド時代ですね。を進んでいきますと。はい。というわけで今回のシャープ12はここで以上かな。チャンネルウッド時代に飛んできたので、今回はここで終了です。はい。で、このチャンネルウッド時代を攻略していくのは次回、シャープ13で攻略していこうと思います。はい。いや、今回の謎も結構シンプルだったね。木のところに、タワーローテーション合わせて、3桁の数字が出るから、それを金庫に入れると。で、金庫に入れたらマッチがあるから、マッチを使って、ボイラーに火をつける。で、あとはボイラーに火つけたら、そのバルブを回せば、ガッコンガッコンと音がするから、で、あそこのボイラーのね、横にあった絵が、キーの絵が描いてあったから、あれでこのボイラーをやったら、キーのところに変化が出るっていうのがわかると。で、実際に木を見に行ったら、木がちゃんとこのエレベーターというかね、あれがこう上下に動いてるっていうのが見えると。っていう感じですね。なのでまあシンプルというかね、まあそんなに難しくないかなっていう感じでした。謎自体はね。はい。でしたよと。はい。というわけで今回はここで終わろうかな、この辺で。はい。ではご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったら高評価よろしくお願いします。このチャンネルでは今後もいろいろなレトロゲームの魅力を皆様にお届けしていきますので、更新を見逃さないようチャンネル登録お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。